おーい、コロスケだよ。はい、こんばんは。こんばんは。想像より4音ぐらい低い声出てびっくりした自分でも。はい、こんばんは。こんばんは。いやー、夏ですね。ほんまか今日寒かったわー言うて3枚着てもバチバチに寒かった今日この頃。今日この頃ですが、アイスコーヒーの季節が来ましたということで、来ましたね。散々ちょっとリクエストをねいただいてたので、やろうよと。やるよって。一応アワーレシピのシリーズに入れまして、僕らの考えるアイスドリップのレシピということでまとめさせていただこうと思います。はい、アイスコーヒーはいろいろ入れ方があるんですけど、今回は急冷式というか、ドリップのやり方で、アイスコーヒーを作るっていう、非常に簡単だと思うので、参考にしていただければありがたしです。詳しい解説は抽出後にまた、レシピのポイントはね、説明してもらおうかな。準備物だけ。そうね、今回のアイスコーヒーを作るにあたって用意していただきたいもの、ドリッパー。今回カリタのウェーブドリッパーを使います。なぜかっていうと、フラットボトムで穴が小さいので、抽出が非常にゆっくり進みます。ちょっと詳しいことはまた後で言うんですけど、なるべく抽出の、速度が遅いものを選んでください。もしこれとか持ってない方はね。でサーバー、ペーパー、ケトル、あとはスポーンですね。はい、スポーンです。スポンついに言い切ったな今。スポーンと言い切りましたね今。あとグラインダーがいるかな。まあそれはね、フラットボトムの穴がちっちゃいゆっくりなドリッパーと攪拌用のスプーンっていうのがポイントかな。これさえあればできる。あと氷。それはいる。そらいる、ごめん。氷ね。そう。じゃあ行きますか。はい、実際入れていこうぜ。ちょっと先ほど言わせましたが、スケールも必須で分かっているとは思いますが、必須です。今回は 17g ですね。朝入りの、今回ブラジルですね。はい、聞くのは任せて。お願いします。そんで、例のごとくリンスをします。今回はドリッパーを温めるというよりかは、紙臭さを取るような感じかな。はい、で今回はこのサーバーの中に直接氷を入れて、その上から抽出をしていくような感じになります。で氷のグラムも一応測るんですけど、今回は50から60グラムぐらいで、ちょっと氷なんで正確な量はね難しいんで、大体でこのぐらいでいいかなと思います。でサーバーを乗せて、引き目は、普通のドリップの時よりも、今回ウィルファの、1メモリ分細かめにしてるのかな。結構細引きよりの中細引きぐらいな感じかな。ですね。はい、10gですね。量はドリップ、普通のドリップとかと、一緒でいいと思います。90度ぐらいですね。じゃあいきますか。お願いします。今回まずは、30g オイルを注いでめっちゃ混ぜます。めっちゃやで。聞いたみんな。これはちょっと浅入りとかの場合なんですけど、しっかりと味を出し切りたいのでめっちゃ混ぜます。45秒ですね。めっちゃ混ぜて、ちょっとゆっくりめに待つ感じだね。ちょっと綺麗やな。ビーロール取っといてよかったな。移しときます。ビーロール。このサーバーの中がね。で45秒になったら、一応大体 30g ずつぐらいを、注いでいきます。で目的はゆっくり注ぐことなので、絶対 30g じゃないといけないっていうものではないです。今回のレシピでは、1分45秒とかそれぐらいまでに、今回目標のお湯の量は150なんですけど、150まで注ぎ切っていればいいんじゃないかなと思います。なるほど。1分45秒までに150注ぐペースで分けて入れてね。そうちょっとずつちょっとずつ、
入れていくのがいいかなと思います。糖数でいうとだし5糖ぐらいかな。5糖ぐらいかな。まあ、しっかり濃度も出したいので、細かく、分けて入れてあげるといいですね。はい、じゃあ、今2分半ぐらいで全部持ち切りましたね。できました。いい音。完成ですよ。じゃあ解説編に。はーい。イエーイ。じゃあこういう袋の氷ってテンション上がるよね。もうそんな季節かいな。うまそう。よし、じゃあちょっといただきながらレシピ解説していきましょうか。いただきます。うまっ、さっきよりうまい。さっきよりドロドロやな。さっきよりうまい。さっきとか言ってごめん。美味しい。笑えるぐらいうまいな。超美味しいな。めちゃめちゃ美味しいです。今回はようちゃんにまた作ってもらって、ちょっとヨペラボの方でね、そうね、紹介してくれていたやり方と通ずるものがあるということで、そう、はい、そのヨペラボのなんか1回目の、カロリーの入れ方を見ていただけると非常に分かりやすいと思うんですけど、あれともうほぼ考え方は一緒ですね。動画の中でも言ってるんですけど、今回のそのアイスドリップの入れ方では抽出の流れで言うと、もう甘みとかできった部分で、濃度調整の本来する部分を、氷で賄ってるっていうような考え方かな、そういうことですよ。なので、通常 12.5g とか、ホットの時使ってる部分を今回 17g、まあ大体 5g ぐらい増やして、で引き目もかなり細かくしてますね。まあ、ちょっとヨペラボの動画はちょっと豆が全然違うものだったんで全く一緒の考え方っていうとまた違うんだけど、今回その浅入りの、スペシャリティの味をしっかり引き出してあげたいっていうお豆だったので、細かくして、しっかり混ぜてっていうやり方をしました。で抽出時間もしっかりと、長めに2分半とかで、全部落ちきったようなやり方ですね。流れでいうと最初 30g で蒸らして、その時にもうしっかり混ぜるスプーンでっていうのもやっぱり、普段より抽出時間が少し短いのと、最終的にその氷で割るっていうので出来上がりの、味みたいなのが弱くならないようにするためですね、これは。で、ちょっともうやりすぎかなぐらいもう味をしっかり出してあげて、最終的にそれを氷で割って、今とかねさらにそのグラスの氷で、飲んでいくにつれてどんどん薄くなっていくものなので、ちょっと濃すぎるかなぐらい、を目指すのがいいかなと思います。なので、豆を多め、細かめ、しっかり混ぜるみたいな、で抽出時間もしっかり取るっていうような、やり方です。これはもうフラットボトムのドリッパーっていうのももうそういう考え方と通ずる感じだね。しっかりそのドリッパーの中でお湯が溜まってくれるので、その中でドリッパーの中でゆっくり抽出も、していってくれるし、ちょっとこれは豆のそのものがすごく、美味しいとろみのあるというかボディ感もしっかりあるんだけど、普通の豆でもしっかり飲み心地みたいなのが、やっぱりアイスだと、感じにくいというか、ちょっと薄くなりがちなので、アイスでもちゃんとスペシャリティのフレーバーを感じたいじゃん、っていうので、こういうボディ感もしっかり出したいっていうので、今回はこのドリッパーを選びました。あと、その抽出しながらも話したんですけど、1分45秒までに、何回か今回は30g ぐらいかな、をちょっとずつ分けて入れるみたいなのを言ったんですけど、あえてその、45秒までに入れ切ればいいよみたいなのを言ったのは、そのアイスコーヒーっていうのでその微妙な味の差みたいなのが、感じづらいというか、ちょっとそこら辺を大雑把にしてもちょっと美味しくできちゃうっていうのがあるので、何秒経って何グラム入れるっていうよりかは何分までに、目標の
お湯の量を注ぎ切るっていう、でただその何回か回数を分けるっていうのは、成分をしっかり出すっていうのと、ボディ感を出すっていうので、そこだけはちゃんと守れば、多少、変な話適当に作ってもね、そういうドリッパーやしね、ウェーブがね、ウェーブ自体がそういうドリッパーやし、時間を守っていれば、割と美味しくできるんじゃないかなと思います。そうだね、やっぱ濃く言うたら原液みたいなものを抽出段階で作ってるってことなんで、やっぱその繊細なフレーバーとかアロマみたいなところはやっぱさすがにホットにはやっぱかなわないっていうのは結構前提としてあるよね。結構その大まかな方向性がちゃんと合ってれば、逆に言うと満足できるアイスコーヒーができやすいっていう感じかな。ホットと違ってさっきもちょっと触れてたけど、どんどん薄くなっていくからさ、こうやって氷に入れておくと、だからそういうこともちょっと配慮しながら、濃度っていうところとそれを表現するためのタイム、ようちゃんのこのレシピとかやったらやっぱりその何分までに入れ切って2分半から今回40秒ぐらいのそのタイムを目指すっていうところがやっぱすごいキーやと思うから、そこの濃度感と、しっかり出すための時間を、こっちが用意してあげるっていうところがポイントかな、ですね。美味しくできてるわ。めちゃめちゃ美味しいです。ちなみにその、最初にも言ったけど、その加水をしてちょうどいいようなレシピなので、実はこれ氷を入れなくてもめちゃめちゃうまいです。ならむしろその方がいいね、多分最初の出来上がりが全部氷が溶けきる、ちょうど溶けきるぐらいなんですよ。なのでキンキンではないけど、普通にアイスコーヒーとして楽しめるものなので、冷たいコーヒーになるね。ちょっとホットの気分じゃないなって時は、こういうやり方をしてみると、ホットで飲むのと同じような、状態で冷たいコーヒーが飲めるっていう非常にねおすすめのレシピでございます、だからちょっとお店とかではさすがにやっぱり氷を入れたグラスとかカップにやっぱ入れて提供せざるを得ないんやけれども、やっぱり家のコーヒーのいいところは究極氷栓とかしてもうこうやって氷に入れずに長く楽しみたいなっていう人はもう氷栓して冷たいコーヒーに最終仕上げて、それを長くゆっくり楽しむっていうのも全然できると思うし、なんなら出来上がったものを冷蔵庫に入れといてもいいと思うし、その辺はやっぱお家ならではの楽しみ方やなと思うんで、一般的なやり方で僕らは最終完成させましたけど、全然そういうところはアレンジ加えてお家でのアイスコーヒーならではの楽しみ方みたいなのをしてもらえたらいいんじゃないかなと思います、今回ご紹介した旧例式のアイスコーヒーはこんな感じのレシピでした、あとはやるとしたら水出し、そうね、コールドブリュー楽しみやね。どっちにもすごくいい部分が、そうね、こっちは非常にすぐできるし、ちょっと氷をね作っとかないといけない、もしくは買わないといけないっていうのがあるんですけど、手軽にアイスコーヒーが飲めるものなので、ぜひお試しいただきたいですね。ぜひという感じでした、ということで今回はアワーレシピのアイスドリップ編ということで、ぜひ参考にしてください。他にも今回はちょっとアイスコーヒーっていうフォーカスだったんですけど、今回使ったこのウェーブのドリッパーの、ホットの普通の入れ方だったりとか、V60 とか折り紙とかいろんなドリッパーの僕らのレシピ再生リストにもまとめてますし、いろんな動画、下にも貼っておくと思うので、よかったらそちらも参考にホームブリュー楽しんでください。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。